DIY 第2弾を始めます。もうこの築40年の家もだいぶいろんなとこ改造してきたけど、今日はここをやります。もうとにかくここは空間が空いてて、部屋をちょっとこんな感じで、玄関の横にここにもうなんかいろんなものを床置きで、もうとにかくゴミとか段ボールとか貯める場所になってるんで、ここをちょっとすっきりさせたい。もう過去にこの前使ってた PC デスクをちょっと解体して作ったキッチンの拡張のやつとか、こっちがこの前作ったキッチン棚、ここに突っ張りやって、でこのアジャスターがラブリコっていうところのアジャスターで、これを今回も買いまして、このキーにつけて、こっちのここにあそこに木の板を立てて、そこに打ち込もうっていう作戦です。ちょっと汚いんで一回物全部どけます。イメージはこんな感じ。ここに4本こうバーって立てて、で下に棚で、上にワイヤーネット、そんな感じです。ヤスリがけをちょっとあまりにも長いからちょっと先にやってて、ちょっと軽く、だからもうあとこれはちょっと塗装するから今から塗装をします。んで結構長いから寝かしてやるとだいぶ幅を取るなと思って、もうこのまま先に立ててそこに塗っていこうかなと思ってる。この真ん中の杉材がもうめっちゃ曲がってる木が、下はほらこうやってちょっと平行じゃないねんけど、上はこんな感じで平行になってんのにねじれてるな。マジか、ねじれてんのやばいな。どうしよう。そちらの方で木材を買わせていただいたんですけど、その木材家に持ってきて、
一旦全部塗りました。こんな感じ。ちょっとねじれてるやつはもう返品の対象にならんからもう一本買いに行きます。であと棚の部分の板を買ってこなあかん。私これ1本と棚の部分4枚かな、4枚買います。あんまりヤスリがけ自体綺麗にやってないし、もともとの木があんまり綺麗じゃないんでそんな綺麗に塗れてないけど、まあこの長さちょっとヤスリがきしようと思うとマジで大変なんで、まあここの木はこんなもんでほどほどにやります。棚の部分は綺麗にしようかな。ヤスリ変えたらめちゃくちゃ綺麗になって、ちょっとさっきまでのが汚く思えてきた。熱い。気持ちいい。ツルツルやわ。いきます。ここきれいに、ここ命。なんか前より難しい。ムラが結構できる。この辺とかと新しいハケを買った方がいいかも。
新しい発見。いい感じやと思います。こんな感じで幅はこの感じでいきます。うわー、ちょっとイメージ湧くな。完成のワイヤーネットがこのまま上にこう上がるから、ここにもうちょっとな、この縦の幅がこれぐらいのこうなるかなと思ったんやけど、90センチ ×90 センチで、まあまあでかいの買っちゃって、上にここをつけたらもう結構下の棚の高さはだいたい決まっちゃうかなっていう。よし、ここやな。ワイヤーネットはこういうやつを引きつけても引っ掛けるだけ。あとは柱にここにこうつけて棚をここで固定する。よし。これそもそも木がさ、まっすぐ水平か分からへんのよ。水平を測る機械を持ってないので、ワイヤーネットがまっすぐじゃないですか。ここがとりあえず揃えば、ここはここからここまっすぐでしょうっていう計算。ここのさ、こっちが前に出てこっちが引っ込んでたりするとさ、棚がさ、こっち引っ込んでとかずれちゃうやん。できるだけ揃えたいから、先ワイヤーつければある程度ずれは見れるんじゃないかと思って。下の開けるドリルを買ってきた。これがワイヤーネットを引っ掛けるやつで、こういうところにこうやってネジを打ち込むんやけど、この木に直接ネジ一気にいくと割れちゃったりするかもしれないんで、こういう穴を開けるので開けるんやけど、この僕のマキタちゃん、これ気持ちいいんですね。この差し込むの素晴らしい。
はい。やばい。感じ。うわー、これこちら唯一我が家にある平行ボトル装置。これが泡がここの線と線のここにこうちょうど真ん中にこう来たら平行です。いきます。さあちょっと振っとくわ、ランダム性を持たすために。いけ。おなぜ？2個目つけました。うわ、まあいいやん。さあこの下をどうやってつけようかな。水分補給。
やってるな。あれ終わったー。やっと終わった。疲れた。マジで疲れたな。いやー、ちょっと遠くから眺めたい。いやー、頑張った。うおー、うわ、すごいな。すげえ。いやー、うわうわ。ちょっともう暗くなったんで、また後日なんかいろいろ載せます。ワイヤーネットになんかかける金具があんまりなかったからちょっと適当にかけてんねんけど、こんな感じで素晴らしい棚になったな。マジで部屋がめっちゃすっきりした。という感じでもう暑いんで終わります。ありがとうございました。